じゃあ、ゴジラ怪獣大決戦 RTA および解説やっていきたいと思います。今回解説の都合で一部の公式用語を言い換えることがあるんですがご了承ください。本作は1994年に東宝から発売されたスーパーファミコンの 2D 格闘ゲームです。今回ソロプレイの最高難易度エキスパートの RTA をやっていきます。ゴジラシリーズに登場する怪獣同士で対戦できる、2D 格闘ゲームっていうのはスーパーファミコンだとこのゲームのみですね。貴重なゲームです。本レギュレーションでは一定以上のスコアを獲得することで登場する裏ボスの撃破を目指します。使用する怪獣は今画面に表示されているバイオ怪獣ビオランテですね。主な必殺技は放射樹液、樹液弾、百列触手攻撃、触手バリアとなってます。RTA では主に樹液弾と百列触手攻撃を使っていきます。ビオランテは、映画ゴジラ対ビオランテに登場した怪獣で、バラとゴジラと人間の細胞が融合して誕生した人造怪獣です。ステージ1で戦うのは、巨大画怪獣モスラですね。こちらの怪獣を、選択した瞬間にタイマースタートです。よろしくお願いします。3、2、1、スタートです。で、モスラは映画だと、多くの映画作品に登場してて、大体、ゴジラの味方として登場するいいやつです。なんですが、本作では機動力があまりにも高くて、やられ判定もすごく小さいので、凶悪な敵となっております。いきなりお祈りです。で、ここで本作のゲージについて解説していきたいと思います。画面最上部の黄色いゲージがライフゲージです。相手のライフゲージを0にすることで1ラウンド取得となり、2ラウンド選手することでステージクリアとなります。で、体力ゲージの下のゲージが、ショックゲージ、いわゆるスタンチですね。こちらが満タンになると一定時間、スタン状態、ダウンしてしまいます。また、ショックゲージと怒号ゲージが、0になってしまいます。今ちょうどスタンしましたね。で、怒号ゲージっていうのが画面左下右下に表示されている怪獣アイコンのゲージです。こちらのゲージは、相手から攻撃を受けることで溜まっていきます。で、この怒号ゲージが溜まれば溜まるほど自身の攻撃力が上がっていきます。またこのゲージが最大まで溜まることで自身の体が赤く光って怒号状態という状態になります。この状態ですと、今モスラが怒号状態になりましたね。この状態だと攻撃力が最大まで上がるのはもちろんのこと、全ての怒号ゲージを消費することで超必殺技という強力な必殺技を使うことができます。一方でご覧のように、スタンしやすくなったり、あとは防御力が下がったりなど、防御面での各種デメリットも存在します。火力が上がって強い技が使える代わりに守りが弱くなる、まさにハイリスクハイリターンな諸刃の剣です。で、今何度かビオランテが吠えた後にモスラがビエッとスタンしたのが見えたかと思うんですけど、こちらは吠え攻撃という攻撃を使いました。ダメージこそないんですが、相手のショックゲージを能動的に上昇させることができます。ステージ2で戦う怪獣は宇宙超怪獣ではない、サイボーグ怪獣ガイガンですね。どの映画でも敵として登場する悪いやつで、本 RTA でもその悪さは健在といったところ、リーチが長い強攻撃が結構厄介。ダッシュ強攻撃からの百列触手が当たったのでいい火力が取れました。で、ダッシュ強攻撃は強制ダウンかつ位置入れ替え技なので、このようにダウン起き上がりに超必殺技を重ねることで安心して、相手の体力を削り切ることができます。超必殺技の、ハイパー放射樹液はガード不能の飛び道具攻撃です。なので相手のダウン起き上がりに重ねると相手は避ける術がないという技ですね。対ガイガンはこの超必殺技を倒しきりで使うのが重要になってきます。というのも、今危ないとこでしたが、ガイガンの超必殺技ハイパージェノサイドは、ハイパージェノサイドじゃない、ジェノサイドカッターですね。ジェノサイドカッターはガード不能の、突進攻撃なので、ジャンプができないという特性を持っているビオランテには回避が非常に困難な超必殺技なので、超必殺技を打たれる前に体力を削り切る必要がありました。
2セット目かなり怪しい場面もありましたが、なんとかクリアです。で、ステージ3で戦う怪獣が宇宙超怪獣キングギドラですね。本作に出てくるキングギドラはゴジラ対ガイガンに登場する、ビジュアルのやつです。で、ゴジラのライバルとしてかなり名高い怪獣なんですが、本作ではわりかし弱い怪獣となっております。勝つだけなら非常に簡単なんですが、RTA で急いでクリアしようとすると結構遅延行動が多くてですね、少し手間取ることもあります。ダッシュ強攻撃からの立ち弱攻撃、そこから起き上がりに超必殺技を重ねるビオランテの必殺コンボが決まって、ステージ1じゃない、ラウンド1は危なげなく勝利できました。キングギドラ超必殺技と、あとは踏みつけ攻撃ですね。そちらがめちゃくちゃ遅延性能高いので絶対に打たれたくない。引力光線は火力が高いのでガードしてもかなりダメージ食らってしまいます。これお互い怒号ゲージが溜まってるので攻撃力は上がってるし相手の防御力は下がってるしで、削りダメージでも大きなダメージを奪える展開がうまく作れました。今回は超必殺技空打ちされたりしなかったんで、比較的スムーズにクリアできましたね。で、次の対戦相手が、ボウリュウアンギラス。こちらゴジラの逆襲に登場する初代バージョンですね。ゴジラと初めて戦った怪獣で、なかなか由緒ある怪獣です。映画本編だと俊敏かつ凶暴で、なかなかゴジラと相手に善戦したんですが、本作でもその俊敏さ及び凶暴さは健在です。近距離戦がかなり強力なので、なるべく密着寄られないようにしながら樹液弾を当てていきます。で、樹液弾を対空で当てると、その後ダッシュ強攻撃が着地際に確定するので、そちらも狙っていきます。吠えて相手をスタンさせます。綺麗にスタンが決まる。これでスタンさせることで相手の防御力低下、怒号状態のデメリットは解除されてしまうんですが、一方で超必殺技を空打ちされたりという遅延のリスクがなくなるので安定したプレーができました。開幕立ち弱攻撃を振ることで、アンギラスの多くの行動を潰すことができます。このしゃがみ小攻撃が非常に強い。スタンを取って樹液弾を2発当てて、大きい攻めはうまく決まらないが、ダウン追撃でバックダッシュ弱攻撃を使いましたね。ダッシュ弱攻撃はほとんど使うことがない技なんですが、下への攻撃判定が鋭いので、時々こういうダウン追い打ちで使うことがあります。で、次の対戦相手が本作の主人公にして、タイトルにもなっている怪獣王ゴジラですね。皆さんご存知かと思います。で、映画ゴジラは1954年に放映されたので、今年で70周年となります。このゲームは発売30周年、ゴジラは放映70周年、スーパーメモリアルイヤーです。拍手でお祝いしてあげましょう。で、今作のゴジラは飛び道具が非常に火力高いので、遠距離戦は若干こちらに不利となっております。また中距離も尻尾を使った各種攻撃が優秀なので気をつけたいところ。今超必殺技の、ウラニウム放射熱線打ってきましたね。あれ当たると体力溶けて一瞬で負けてしまうので危うい場面でした。エキスパートのコンピューターは頭がいいので、こちらの樹液弾と相打ち OK であの技を打ってくることが多いです。開幕バックダッシュすることによって相手の尻尾の前から離れて、でエキスパートのコンピューターは比較的好戦的なので前に寄ってくれることを期待しています。前に来てくれないですね。
ずいです。背負い投げ。なんとか相手の超必殺技を打たれる前に、スタンさせることでゲージを奪いました。かなり保守的なプレーとなってしまいましたが、なんとかラウンドは落とさずクリアすることができました。ちなみに1ラウンド落とすと約30秒のロス。2ラウンド選手されてゲームオーバー画面なんて出しちゃった日には100秒近くロスになります。是が非でも避けたいですね。で、次の対戦相手は昆虫怪獣メガロです。本作に登場する怪獣だとモスラも昆虫の怪獣ですし、個人的にはちょっとキャラが被ってないかなって心配です。映像作品だと地味なメガロなんですが、今作では高火力な飛び道具がなかなかに怖い怪獣です。開幕ダッシュ強攻撃を打って、飛び道具の出かかりを潰すのを狙いましょう。うまく潰せました。で、今のこの殺獣光線、獣を殺す光線と書いて殺獣光線ですね。これがスタンチ火力ともに高いので、なるべく食らいすぎないようにしたい。ただ今回は程よく食らったことで、こちらの怒号ゲージが満タンになって怒号状態になり、超高火力な樹液弾で相手を一気に削り切ることができました。こう毎回都合よく言ってくれるといいんですが、怒号状態の防御力低下も相まって、なかなか怒号状態を維持して安定してクリアするっていうのは難しいです。で、メガロの超必殺技は超地熱なパームという設置系の飛び道具なので、あまり近寄られないようにしたいところ。お互い怒号ゲージが溜まっていたので非常に早かったです。なんとステージ6は、自己ベストのペースでクリアすることができました。で、次の対戦相手が初代メカゴジラですね。初代メカゴジラも映画公開から今年でちょうど50周年、半世紀ですね。おめでとうございます。もうゴジラ関連作品は今年はとことんメモリアルイヤーだったので、まあ日本各地で、ゴジラのイベント等開かれてたのでご存知の方も多いかもしれませんね。で、今戦ってる初代メカゴジラはゴジラ対メカゴジラに登場する怪獣で、まあ他のどの作品でもメカゴジラっていうのはゴジラの敵として登場するんですが、このメカゴジラは唯一人類が作ってないメカゴジラになります。で、基本的に立ち回りで振ってくる通常技はどれもこれも弱いので、超必殺技にだけ注意して対戦していきます。今打とうとしましたね。あちらの技が超高火力な上に当たると確定スタンというインチキ性能をしてます。かなり微妙なラウンドになってしまいました。こちらが後ろに下がったのを見て相手が前に出てきてくれると、そのままダッシュ強攻撃を当てて位置入れ替えて一点相手を画面端に追い詰めて封殺するっていうのが理想的なルートなんですが、なかなか前に来てくれません。これわざと被弾することで怒号ゲージを貯めると若干 DPS 上がって効率は良くなりますが、一方でスタンもしやすくなる。これはわざと被弾してます。今、触手ガード、触手バリアという技で相手の歩兵攻撃を避けました。触手ガードというのは無敵技で、前方に触手を出現させて相手の攻撃を防ぐ技です。あのツタが出ている間はずっと無敵時間が続きます。今こちらがスタン直前だったので相手の歩兵攻撃を無敵で透かしました。で、ここまでのステージで獲得したスコアが高いと次のステージでスーパーメカゴジラが登場します。大丈夫そうですね。で、このスーパーメカゴジラを倒すと裏ボスに挑戦することができます。スーパーメカゴジラは1993年本作が発売される前年に放映されたゴジラ対メカゴジラに登場します。開幕ダッシュ強攻撃、おーし、運よく当たっていく。もう押しも押されぬ最強キャラなので本当にお祈りが必要です。ここで負けた試合も数知れずスタンさせたい。超必殺技食らいますよね。ガード不能の突進攻撃、いわゆる春国殺。
スタン直前なので触手ガードも見せていきます。ただこちらの怒号ゲージが溜まっているので削りダメージもバカにならない。あわや敗北という場面でしたが、なんとか耐えました。このようにスーパーメカゴジラは非常に強力な超必殺技を持っていて、なおかつ速いダッシュ、2段ジャンプで、背中についてるこのガルーダ兵器を分離して、もうまるで2対1のような戦いもできるので、本当にもうここでよく負ける。残念。乱舞技を食らってしまう。これスタンリーチなので連打すると一応スタンのダウン状態から早く復帰できます。ガルーダがきつい。またこのキャラ各種通常技がやたらスタン値が高いので、食らうだけで一瞬で負けてしまう。さすがに相手にスタンを奪われてしまったのでタイムはかなり芳しくないですが、なんとかラウンドを落とさずクリアできました。で、次に登場するボスは映画回転軍艦に登場した5.5という超兵器ですね。こちらの裏ボスは運が良ければボコボコにできるので、引き続きお祈りが必要な相手になっております。運が悪いともうタコ殴りにされます。やるかやられるかの真剣勝負で、当時はこの 5.5、海底軍艦ですね、ゴジラ映画に登場してなかったんですけど、映像作品に先んじて本作でゴジラと初共演を果たしました。さあ、開幕ちょい下がりから強磁液弾打っていきます。大丈夫か？いけたかな？いけましたね。この海底軍艦 5.5 は位判定がやたら横に長いので、お互い画面端にいる状態でもこのように強磁液弾がヒットしてしまいます。またガードができないという弱点も持ち合わせていますので、やや浮いた状態で磁液弾を食らうと、その次の磁液弾避けることが難しくなってしまいます。この調子で2セット目もうまく倒させてほしい。残念。この攻撃モードになられるともう見た目通りの位判定になるので、ビオランテ側の技がほとんど当たらなくなります。なんとかこのようにダウン属性の技を当てて相手を通常モードに戻したい。さあ、頼む頼む。よし、なんとかハメモード入れたか。ここでタイマーストップですね。記録は16分30秒05です。現在の世界記録というか自己ベストですね。自己ベストが15分14秒なので、約1分20秒ほど遅い記録となってしまいました。とはいえそのラウンドを落としたりすることなく、比較的早めにクリアできたので、個人的には納得の記録となってます。で、本作はコマンド必殺技が、コマンド猶予が長い関係でかなり出しやすくて、通常必殺技違いますね。通常技をキャンセルして出す必殺技の類がない、いわゆるキャンセルコンボがないので、手元が忙しいコンボもないということで、格ゲー初心者の人にも楽しめる作品となってます。また今までご覧いただいた通り、各怪獣のドットも非常に綺麗ですし、対戦中の BGM ですとか背景も非常に綺麗なので、ゴジラ作品にまだあまり慣れ親しんでない人でも、格ゲー始めたての人でももちろん楽しめるし、ゴジラ始めたての人でも楽しめる、まさに万人向けの隠れた名作なんじゃないかなと思ってます。本当にこのゲームのずっしりとした特撮怪獣らしい差し合いですとか、あとは怒号ゲージやショックゲージを絡めた読み合い、ハマるともう他のゲームで味わえない味があるので、皆さんぜひ持ってる方はぜひ押し入れの奥から取り出して遊んでみてはいかがでしょうか。5.5 もそうだそうだと言っていますね。じゃあゴジラ怪獣大決戦エキスパートモード RTA および解説終了します。